こんにちは、ミッキーです。今回は特別な体験をすべてお届け、吉祥寺カフェ7選をご紹介していきます。今回で第5回となる吉祥寺のカフェ特集。吉祥寺は中央線エリアの中でもカフェの激戦区で、その独特な雰囲気を持った空間が魅力的なカフェが多数あります。これまでにもたくさんのカフェをご紹介していますが、今回もまだご紹介できていなかった魅力を全力でお届けします。これまで以上に隠れ家的空間で駅から離れていたり探すのが難しかったりする空間も多いですが、ぜひ宝探しをするような感覚で充実したカフェ巡りの参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、2023年5月に誕生したマザーズ系列のビーガンドーナツ店、サンデービーガンさんでございます。マザーズ系列と言いますと、同じく吉祥寺にお店を構えるエペさんや新宿のモアザンベーカリーさんなど、おしゃれな店構えと出来たてでいただける絶品フードが魅力的な系列でございます。実はこちらのサンデービーガンさんも今ご紹介しましたモアザンベーカリーの取り組んでいる毎週日曜日はビーガン商品のみを取り扱ったベーカリー営業のコンセプトから派生しているようでございました。そんな背景からサンデー、そしてビーガンが店名に込められているようでございます。今映しています通り、店内には過去に日本橋編でご紹介しましたオブゴベーカリーさんですとか、アンチャイ&ティーさんの商品も販売されておりました。コンセプトは大切な人たちと食卓を囲む機会が多い日曜日、みんなが美味しいねと笑顔になれるものを作りたいというものでございます。この日に訪れましたのは平日の午前中だったんですけれども、日曜日に限らず気持ちの良い朝を始めるお店としてもぴったりでございます。店頭にはこういった形でずらりとドーナツが並んでおりまして、いずれもビーガンでございます。このようにお店の作りは至ってシンプルでございまして、今映しております通りドーナツやマフィン、スコーンが並んで緑色のテーブルの上で並んでいる様子は、まさにビーガンの自然派のイメージを補完してくれるようかなと感じました。基本的にはテイクアウトがメインになるんですけども、店頭と店内に2席ずつ席も用意されていますので、運が良ければその場でも楽しむことができます。また今映しております通り、吉祥寺駅の南口から井の頭公園に向かう途中にございますので、ぜひこちらでテイクアウトしていただいて、天気が良い日にはこの井の頭公園でいただくというのもおすすめかなと思います。そんな中、この日はこちらのオーツミルクのラテとカカオ、もちドーナツの抹茶あんこを注文しました。今手前に映してありますもちドーナツに関しましてはグルテンフリーだということでございまして、お店の基本コンセプトはビーガンでありながらグルテンフリーにも取り組めるような配慮になっています。加えてテイクアウトでいただきましたこちらのラテに関しましても、ビーガンであることから動物性の牛乳は使わずオーツミルクでいただけるメニューになっていました。続いてご紹介しますのは、お食事と日用品と古道具のお店、しっぽさんでございます。こちら4歩と書いてしっぽというお店でございます。もしかするとイントネーションしっぽかもしれないんですけれども、読み方は正しいかなと思っています。こちらは吉祥寺の北口から徒歩10分ほどかかるんですけれども、ぜひとも訪れてほしいような隠れ家的な空間になっています。定休日が木曜日になっていますので、訪れる際にはそちらご確認いただければと思います。さて、こちらのお店なんですけれども、東京郊外を中心に雑貨屋さんを展開しているお店でございまして、実はここ吉祥寺の本店では雑貨屋さん以外にも今映しております通り飲食店の運営もしております。そんな飲食店の魅力は後でご紹介するんですけども、まずは雑貨屋さんとしての側面をご紹介します。こういった形で日常で使えるような様々なアイテムが販売されておりまして、一つ一つにこだわりが詰まっていますので、少し日常を変えたいなという方に特にお勧めできるような空間でございます。吉祥寺という街自体がこういったしっぽさん以外にもたくさん日用品やインテリアが販売されているお店がありますので、ぜひカフェ巡りをしつつ探検もしつつ、お好みのものを見つけたらご自宅用に買われるのもいいかなと思います。個人的にはちょっとした贈り物として、例えば1000円から3000円ぐらいのプレゼントをしたいなんていう時にも、吉祥寺をフラッと散策しながらおしゃれなアイテムを買うなんてことをしております。またこちらしっぽさんでは並んで待っている間にもこういった焼き菓子の販売もされていますので、
お土産用に買っていくのにもとてもおすすめかなと思います。冒頭にご紹介しました通り、お店自体は吉祥寺駅から10分ほどと少し離れているんですけれども、この日訪れました平日の昼間でも満席になるくらいの人気店でございます。ただ、これまでにご紹介しています通り、雑貨屋さんとしても魅力的でございまして、どこか懐かしい日用品のほか、洋服、服、アクセサリーなど、一つ一つを眺めているだけでも待つことができますので、退屈もしないかなと思います。他にもこういった形でスイーツ類店頭でディスプレイされていますので、待っている間に検討していただいて、お好みのものを試していただければと思います。さて、ここからは飲食店のメニューをご紹介していくんですけども、個人的に最もおすすめなのは小鉢がたくさんついた日替わりのご飯セットでございます。後でそちらの映像はご紹介していきます。他にも季節のメニューがございまして、季節ごとでスイーツが切り替わって、その素材を生かした魅力に触れることができますし、カフェタイムに関しましてはデザートプレートの販売もございまして、2種プレート、3種プレートというバラエティの中、スイーツを選びつつドリンクとペアリングしながらそのカフェタイムを楽しむことができます。さて、こちらはこの日いただきました本日のご飯セットでございます。日替わりのご飯に関しましては2種類ございまして、メインのおかずにご飯、味噌汁、小鉢が複数セットで提供いただける上、ご飯も白米、玄米、15穀米から選ぶことができます。さらにカレーやお子様セットがあったり、デザートやお酒のご用意もあったりと、老若男女幅広く楽しめる空間でございます。ちなみに先ほどお店は混雑しているというふうに申し上げたんですけれども、お店の方がとてもテキパキしていまして、それでありながら丁寧なオペレーションがある印象でございますので、効率的にお店を回していただくこともできつつ、接客もとても心地よい、そんな空間だったかなと思っています。この日はセットドリンクでしっぽのクリームソーダをいただきました。コーヒーや紅茶などの基本のドリンクはセット料金だと190円でいただけるんですけども、今ご紹介していますこちらのクリームソーダに関しましては、もともと650円でありながらセット割引で100円引きでいただくことができます。ということで550円として書いています。ちなみにこちらのクリームソーダはこの日にいただきましたブルーキュラソーの他にメロン、ゆず蜜、梅が用意されていました。続いてご紹介しますのはカフェとはちょっと違うんですけれども、おすすめな飲食店をご紹介します。こちらはタレカツ吉祥寺店でございまして、実はこちらの南口の店舗の他にも北口側にもブックオフの近くにお店がありますので、吉祥寺の北口、南口の用事がある方で訪れていただければと思います。個人的には店構えとしてこちらの方が隠れ家感があって好きなので移させていただいています。こちらは新潟発のタレカツ丼の専門店になっています。新潟カツ丼と聞いてピンとくる方はそんなに多くないかなと思います。私自身もその一人でございましたけれども、もともと開港5港の一つであります港町であります新潟市は古くから西洋料理の盛んな町でございました。その新潟市で長い間食されてきたのが卵で閉じないタレカツ丼でございます。確かにカツ丼と言いますと卵で閉じますよね。そんなタレカツ丼は揚げたての薄めのとんかつを甘辛醤油だれにくぐらせてご飯に乗せただけのシンプルなものでございます。日本人の大好きなタレ味と西洋料理のとんかつとが炊きたての新潟米の上で一つになった新潟市発祥のカツ丼がこちらの新潟カツ丼になっています。そんなカツレツが起源のタレカツ丼は肉を薄く叩いて揚げるから簡単に噛み切れる、その軽やかさが特徴でございます。ここタレカツのこだわりは大きく3つ。最高級の有機醤油を使用した秘伝のタレ、ジューシーな食感を実現すべく旨味と肉質にこだわり厳選された豚肉、産地直送新潟産 100% のこしいぶきになっています。続いてご紹介しますのは駒蔵カフェさんでございます。こちらは以前にご紹介しました吉祥寺の人気ハンバーグ店、ひき肉と米の向かいにありますので、例えば夕方以降にひき肉と米をいただく前のひとときとしても活用いただけるような、そんな空間でございます。冒頭で軽く触れたんですけども、まさに隠れ家的な空間でございまして、吉祥寺らしさを感じられるような空間でございます。お店に向かうまでには階段を登っていくんですけども、その階段を登っていくひとときもワクワクが高まるような空間です。実はこちらのお店は吉祥寺の地でおよそ20年にもわたり地元住民に愛され続けてきたダイニングバー駒蔵が生まれ変わったカフェでございます。旬の果物をふんだんに使った自家製のパフェが看板メニューでございまして、こ
この日も私以外はむしろパフェだけを注文していた方も多かったかなと思っています。店内のインテリアにもとてもこだわりがありまして、席のスタイルもカウンター席があったりとか、カウンター席の他にも複数種類のテーブル席がございましたので、訪れるごとにまた別の席を試していただくのもありかなと思います。この日は平日の昼間に訪れていますので、比較的空いてたかなと思っています。この辺りが隠れ家的な空間の魅力かなと個人的には感じています。こういった形でインテリアを含めた店内からメニューに至るまで店主さんの好きなものが詰まっておりまして、先ほどご紹介しましたパフェに限らず気になるメニューが多数でございます。ちなみに私は後でご紹介します黒いチーズケーキを求めて訪れてみました。もともとダイニングバーだった空間を同じく吉祥寺でキビカフェというお店を運営していた店主さんが再生した空間でございまして、壁の塗り替えやタイルを使った装飾などをしつつも、テーブルや椅子などのインテリアはかつての駒倉さんのものをそのまま使用しているということでした。もともとはバーだった空間でございまして、ワイワイと騒ぐような雰囲気ではないからこそ、女子会やデート、また私のようにお一人様におすすめな空間でもあるかなと思っています。土日の吉祥寺は結構並んだりすることも多くて、お店の難民になってしまうことが多いんですけども、こういった平日だからこそ、こういった隠れ家空間でコーヒーと美味しいご飯を食べながら一息つく、そんな時間が私も好きでカフェ巡りしています。そしてこの日いただきましたのはこちらの野菜カレーでございます。こちらのカレーにはサラダもついてきますし、あとはドリンクもついてきます。カレーは雑穀米を使った優しい味でございまして、このお皿と盛り付けも含めましてとてもインスタ映えだったかなと思っています。カレー自体はスパイスの効いた薬膳カレーのような印象でございましたので、そういった薬膳カレーのようなピリッとした感じが好きな方には特におすすめかなと思っています。サラダもかかっているドレッシング含めてとても美味しかったなという印象です。今回テーブル席でいただいたんですけども、カウンター席は特に窓から差し込む光なんかが美しく撮れますので、おしゃれな写真が撮りたいなという方に関しましては、そういった光の活用方法も考えていただくと、より満足感も高まるかなと思っています。さて、今回ランチタイムに訪れましたので、先ほどのカレーいただいたんですけれども、食後には最も気になっていましたこちらの黒いチーズケーキをいただきました。また先ほどのカレーのセットでついてきましたコーヒーもこういったおしゃれなカップでいただけるところもおすすめです。もちろんチーズケーキ自体もとても注目だったんですけれども、このおしゃれなお皿と盛り付けも含めてとても満足感高かったなと個人的に感じています。チーズケーキ自体はプレーンでクリーミーなチーズケーキとは少し違ってビターチョコの効いたような大人の味わいになっていました。なので砂糖の感じが強い甘すぎる感じが苦手な私としてもとても嬉しかったなと感じていますし、このくらいのビターチョコだったらまさにお口直しとしてもいただけるようなそんなメニューだったかなと思っています。続いてご紹介しますのは吉祥寺プティット村というところでございます。過去にご紹介しました吉祥寺のライトアップコーヒーさんですとか、マーガレット・ハウエルカフェさんをご存知の方は、そこに向かうまでの途中にこちらの吉祥寺プティット村ご覧になられた方も多いかなと思います。このとても個性的な空間なんですけれども、吉祥寺という街自体が冒頭でご紹介しました通り、井の頭公園がある駅でもございますので、井の頭公園の先にあります三鷹の森ジブリ美術館のイメージをされる方も多いかなと思います。そんなジブリ美術館に近いイメージを持っているこちらのプティット村なんですけれども、ジブリとは全く関係ない空間でございます。とはいえとてもメルヘンな空間でございますし、私もこちらの施設自体は最近オープンしましたハリー・ポッターの空間のように予約が必要なのかなと勝手に思ってましたので、なかなか足を踏み入れることができませんでした。ただ特段予約はなく入ることができますし、結構気軽に訪れることができますので、ぜひ知っていただいた方はご利用してほしいなと思います。この日訪れた際もお子さん連れでいらっしゃっている方とか、あとは女性同士で訪れてお気に入りのアングル等で写真を撮っていた方が多いかなと思っています。このプティット村は2018年に誕生したということでございまして、まるで絵本の世界から飛び出してきたかのような空間はどこを切り取っても映え空間でございます。コンセプトは扉を開ければ絵本の世界だということでございまして、絵本の世界をテーマに作られた7つの店舗が入居しております。猫のサイズに合わせて作られた小さな看板や扉が隠れていたり、コンクリートには所々に肉球型の足跡が残されていたり、隠れミッキーを探すように子供たちも楽しむことができそうです。そんなコンセプトを踏まえますと、おそらく私たちが猫になってこの空間を訪れているような、そんなイメージの場所なのかなと思っています。
今回はこの後ティーハウスのご紹介をしていくんですけれども、猫カフェとか雑貨屋さんとかアクセサリーショップなどがありまして、吉祥寺らしさが詰まっていますので、ぜひ訪れてほしいです。ただ屋根があるわけではないので、なるべくお天気がいい日に訪れるのがおすすめかなと思います。ただティーハウスに関しましてはもちろん屋内になっていますので、カフェ利用だけをされたいという方は雨でも気にならないかもしれません。さて、ここからはティーハウス葉っぱさんのご紹介をしていこうと思います。葉っぱの形をした看板と木の扉でお出迎えしてくれます。ティーハウス葉っぱさんはテラス席があったりとか、1階の席、そして2階の席があるんですけども、席の数は全部で25席とあまり多くないので、なるべく平日等の空いているタイミングを狙うのがいいかなと思います。ただ今映しております通り、建物の中に入りますと早速メルヘンな空間が広がっております。こちらティーハウスと名前があります通り、こだわりの紅茶やスイーツが楽しめるおとぎ話のような空間になっています。またお店のオペレーションも結構効率化されておりまして、お食事をいただいた後には無人精算機でそれぞれが会計できるようなそんなシステムになっています。こちらが2階の空間になっているんですけれども、右手半分側はお座敷席になっていまして、左手側はカウンターとテーブル席になっています。でこのインテリアも一つ一つこだわりがあってとても素敵ですよね。この1階から2階に向かう途中にあります螺旋階段も個性的でございます。インテリアは木で作られたテーブルや椅子、ドライフラワーの装飾、メルヘンな窓ガラス、ガラスで作られたアーティスティックなランプ、どこを切り取っても映え空間になっていますので、ぜひお好みのアングルで写真も撮ってほしいです。ちなみにこの世界観にこだわるため、教会で使われていたアンティークの椅子を用いたり、子供でも楽しめるような座敷コーナーを設けたり、随所に工夫があるということでございます。この日はお座敷の席でいただいたんですけれども、窓際のカウンターの席も特に天気がいい日なんかには素敵な空間になると思いますのでおすすめかなと思います。さて、注文はタッチパネルから行うことができまして、基本的にはティーハウスということもありまして、カフェメニューがメインになります。ただお食事系のメニューも充実しておりまして、アルコール類も楽しめますので、そういったところもおすすめなポイントかなと思います。お食事系のメニューを一部ご紹介しますと、チキンとキノコの玄米リゾットとか、バジルチキンサンドとか、あとはサーモンのブルスケッタとか、昆布サラダプレートなんていうものがありまして、一応ライス系、パン系、サラダ系等で組み合わせることができますし、あとはソーセージとかフィッシュ&チップスとかアルコールに合うようなメニューもありましたので、パターンとしましてはランチ時にランチメニューを楽しむパターン、カフェ時にカフェとスイーツを楽しむパターン、そして夜のタイミングでアルコールとおつまみを楽しむパターン、それらがあるかなと思います。あとは先ほどお座敷席がキッズ向けというふうに申し上げた通り、キッズメニューもありますので、お子さん連れの方でもゆっくりと楽しめるかなと思います。ちなみにこの日訪れた際にはほとんどの方が大人でございました。さて、なんといってもおすすめなのはこちら店名にもなっています紅茶でございまして、ダージリンやアッサムなどのスタンダードな紅茶はもちろんのこと、フレーバーティーやフルーツティーなど多種多様でございました。さらにチャイやレモネードなども用意されていましたので、必ず好みが見つかるかなと思います。またアルコール類に関しましても、ビールやワイン、カクテルをはじめスペシャルカクテルも用意されていましたので、営業時間は7時までと少し短いんですけれども、大人の方は昼時からアルコール類をたしなむこともできるかなと思います。あとは今ご紹介しました紅茶と一緒にスコーンなどの焼き菓子とペアリングしていただくことで、アフタヌーンティーっぽく楽しむこともできるかなと思います。さて、この日はその中からサーモンのブルスケッタをいただきました。こちらのメニューにはサラダとジャガイモを添えつつ、トルティーヤチップスとメキシカンソースのついた満足度の高いメニューになっていました。また先ほどご紹介した紅茶も合わせつつ満足度の高いティータイムにすることができたかなと思っています。こんな形で吉祥寺のプティット村とティーハウス葉っぱさんをご紹介したんですけれども、こちら空間を楽しんだ後に吉祥寺道の駅というお店がプティット村の入り口にありまして、ドリンクをテイクアウトしていただいて井の頭公園を散策していただくというのもおすすめかなと思います。続いてご紹介しますのは、先ほどの吉祥寺プティット村からも近くにありますカプーン抹茶製造所さんでございます。こちらは2020年7月に誕生した抹茶の専門カフェでございます。店内の石臼でひいた新鮮な抹茶を使用し、ドリンクはもちろんのことスイーツを楽しむこともできます。こちらが今申し上げました石臼でございまして、抹茶本来の美味しさを追求するために茶葉選び、ブレンド、石臼焼きの全ての工程を一貫で行っています。コーヒーでいうところの From Seed to Cup、
パンでいうところのオールスクラッチ製法なのかなと個人的には感じました。ちなみにお店の入り口にあります木はお茶の木ということでございまして、実物を見れるのはなかなかない貴重な体験かなと思っています。席の数はそんなに多くない一方で人気店でもありますので、店内利用希望の方は並ぶの覚悟で訪れるのが良さそうです。ただテイクアウトでの利用も可能なので、テイクアウトしつつ吉祥寺の街を散策するのも良さそうです。そんな席の中でも特徴的な入り口付近のこちらのテーブル、実はこちらは茶箱をリメイクした席でございまして、少し高さは低いんですけれども、より抹茶の空間を楽しむことができるかなと思います。注意点としては、新鮮さにこだわっているからこそのメニューの売り切れ。この日は平日の17時に訪れて、セットメニューは全て売り切れてしまっていました。なので唯一残っていたサンデーと抹茶をこの日はいただきました。注目のこちらの抹茶なんですけれども、抹茶は入れ方、そして立て方を含めた説明の用紙を手前に添えていただいていまして、こちらを見ながら入れることができます。抹茶自体は産地、農家単位でこだわった提供スタイルでいただくことができまして、コーヒーでいうところのシングルオリジンの抹茶になっていました。自身で抹茶を立てるスタイルはそうそうないと思いますので、ぜひこの機会にお試しいただきたいです。ちなみにこの日は福岡の八女抹茶を使用した抹茶でございました。手順通りにお湯を入れた後に茶筅で泡を立てまして、その後に残ったお湯を入れているような、そんな工程でございます。あとはこちらのサンデーですね。サンデーはそこにオレオが入っていまして、抹茶の風味とアイスに加えたそのザクザク感が食感として美味しかったかなと思ってます。そして今回最後にご紹介しますのは、カレーの激戦区吉祥寺において食べログカレー東京100名店2023にも選ばれる名店豆蔵さんでございます。こちらは吉祥寺の路地裏にお店を構えていまして、先ほどご紹介しましたプティット村やカプーンさんよりもさらに見つかりにくい場所にございます。もちろんカレーもおすすめなんですけれども、店内のアーティスティックな空間も極上です。店内の絵画は絵本作家のオーナーさんが描いたものだということでございまして、一つ一つとても可愛らしくて素敵な空間です。実はここカフェカレーの原点とも言われている有名店でございまして、濃厚な欧風カレーを楽しめるお店としても有名です。過去の動画でご紹介しましたくぐつそうさんと、まだご紹介できていません茶房武蔵野文庫さんのカレーと並び、吉祥寺三大カレーとも呼ばれているようでございますので、ぜひ吉祥寺を訪れる際にはその三大カレー制覇してほしいなと思います。独自に調合しましたスパイスが魅力なカレーは45年間愛され続ける秘伝の味。じっくりと炒めた玉ねぎ、10種類以上のスパイスと赤ワインで煮込まれた濃厚なルーを3日間寝かすことで、その深い味わいを体現しているということでございます。そんなカレーなんですけれども、味も非常に豊富で、定番メニューの野菜カレーだけではありません。ひよこ豆、レンズ豆、エンドウ豆などの4種類の豆が入った豆カレー、チキンカレー、ポークカレー、ビーフカレーなどもありまして、さらにそれら3種のお肉から1つを選び、野菜、豆、ゆで卵などの全てを盛り込んだスペシャルカレーがあります。こちらスペシャルカレーでございまして、この日はビーフを選択させていただきました。ちなみに平日限定メニューとしましては、椎茸、しめじ、えのき、たっぷりのきのこにナス、ししとう、トマトを加えたきのこカレーなんかもあるということでございますので、平日に訪れることができる方はそちらも注文してみてほしいなと思います。また喫茶空間としても楽しめるのが魅力的でございまして、コーヒー、紅茶、チャイ、ラッシーとカレーのペアリングが楽しめるドリンクも注目なので、ぜひ体験してください。以上、今回は特別な体験を全てお届け、吉祥寺カフェ7選をご紹介しました。冒頭にご紹介したサンデービーガンというビーガンのお店はもちろんのこと、しっぽさんですとか、駒倉カフェさんですとか、吉祥寺プティット村、そして最後の豆蔵さんなんかのように、隠れ家的なんだけれども個性的な空間を楽しめるような、そんなお店をたくさん感じることができたかなと思っています。吉祥寺に関しましては他にもたくさんおすすめのカフェがありまして、以前にもお店をご紹介していますので、ぜひ過去の動画を確認してほしいなと思いますし、他にもまだまだ巡りきれてないお店があります。ぜひそのあたりは改めて訪れてみて紹介したいなと思っています。またカフェに限らず、吉祥寺は雑貨店や居酒屋、カレー店やバルなど様々な業態のおすすめなお店がありますので、皆さんもカフェ巡りをしつつ他のおすすめなお店も探してほしいなと思います。ぜひご紹介したお店なんかありましたら、この動画のコメント欄でも教えてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。